はい、こんにちは、RQ19です。今日ですね、こちら、スノープランナーですね。こちらのゲームのですね、セットアップからプレイの流れまでのですね、インスト動画の方をですね、ご紹介していきたいというふうに思います。で、紹介の方に入る前にですね、いつも通りのですね、注意の方です。こちらですね、スノープランナーの方のゲームのセットアップからプレイの流れまでをご紹介いたしますが、全てを紹介するわけではないので、必ずですね、プレイ前の方ではマニュアルの方をご覧ください。特にですね、個別のカードの効果ですとかですね、例外処理やなんかのところはですね、ご説明できませんので、必ずマニュアルをご覧ください。またですね、私のこの動画の方に間違いがある場合がありますので、気がついたものはね、下の動画の説明欄の方に記載しておきますので、そちらの方も合わせてご覧ください。で、こっちの公式の方にもですね、この最後のページのところ、この二次元バーコードの方で発見されたエラッタやなんかはですね、公開されているようになっていますので、プレイの前にはこちらの方をご確認いただくのもよろしいかなというふうに思います。さあ、早速ですね、こちらね、スノープランナーのセットアップからご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。はい。では早速ね、共通セットアップからいきましょう。こちらですね、ゲレンデボードと言われているやつですね。こちらの左上のところにね、3人用の面と1人から2人用の面がありますので、ね、プレイ人数の方を出してください。今回はね、3人から4人用の方の面でご紹介します。まずゲレンデボードを置いたら、横のところにこちらの方ですね、窓と呼ばれる今回のリソース、この緑、オレンジ、青っていうね、この3種のリソースが入った束を用意し、その横にこちらの方ですね、今回のリソースの方はチケット、パン、雪の1と5とか10っていうね、こういうリソース群がありますので、こちらの方を脇に置いておきます。で、上の方にこちらゲストカードをですね、自分のところね、遊びに来てくれるお客さんですけども、こちらのところをよく混ぜておいて、上側のところに置く場所がありますので、6枚ほど配置し、残りを山札にしておきます。次に、こちら、ゲストの VIP カードね、VIP って書いてるカードと、ゴールって書かれてるカードがありますんで、これを人数プラス1枚、4人だったら5枚ですね。2人だったら3枚ですけども、人数プラス1枚、ここの上の方に公開しておきます。こちらがね、VIP カード人数プラス1枚、こっちがゴールカード人数プラス1枚ということですね。次にこのラウンドカードというやつをですね、山札で作ります。ラウンドカードはご覧の通り3種類ありまして、ローシーズン、ハイシーズン、ファイナルイヤーっていうね、3種類あるんですけども、このファイナルイヤーからまずよく混ぜて1枚、ハイシーズンの方から3枚、ローシーズンの方から4枚というのを重ねます。なんで上からローシーズンが1、2、3、4枚、ハイシーズンが3枚、ファイナルイヤーが1枚の合計4枚になるような山札を作って横の方に置いておきます。残りね、今回のゲームで使いません。で、次に頂上タイルと言われるですね、こちらね、ハイシーズンって書かれたタイルがいくつかありますんで、こちらのところをよく混ぜて、ここですね、全く同じアイコンがありますんで、ここのところに3箇所配置しておくと。そこまで完了すると、最後にここにプロジェクトカードと言われるね、これね、なんかいろいろ見えてますけども、プロジェクトカードと言われているやつがありますんで、こっちの面ですね。このね、青い方が少ない方の面ですね。こっちの面をよく混ぜて、ここの3箇所ですね。ここのところに3つ配置いただいて、残りはここにプロジェクト山札っていう場所があるので置いておくと。ここまでするとね、全体のセットアップのね、共通の方が終わりですね。おさらいしますと、こちらの方に窓、雪、パン、チケットっていうリソース類はここの方にまず固めてください。次にゲストカードを6枚並べて山札に残りはしておいてください。その後に VIP カードね、こちらの方の VIPって書いてるやつと、こちらの方のゴールって書いてるカードがありますんで、人数プラス1枚を取り出してその上部に置いておいてください。その次にラウンドカードっていうのを緑が4、青が3、赤が1となるように合計8枚の山札を作って脇の方に置いていただき、頂上タイルを3枚出し、プロジェクトカードをよく混ぜて、こちらのね、こっちの面じゃないですよ。こっちの白い方が多い面のところ3枚置いて、残りは山札にすると共通セットアップが完了と、こういうわけですね。で、個人セットアップに行きましょう。はい、次ですね、こちら。これがね、個人用ボードですね。表とね、裏面がありますけども、今回のところはここが英語になってるモードと、ここが
日本語になってるものがあってね、中身は同じようですんでね、日本語の方を基本的にお使いになるのがよろしいと思います。で、これを受け取るとですね、ここのね、椅子とかね、この辺のね、ドアとかこのホテルの後ろのところがね、個人カラー表してますんで、例えばこれならね、緑ですよね。自分が選択したカラーに合わせたこちらの方ですね、ダイスが3個と木の9コマが2個、そしてラウンドマーカーと呼ばれるもの1個、これで一式受け取ります。受け取るとこちらのところですね、この椅子のところに3の目、あまりこのゲームダイス振らないんですね。3の目と1の目をこちらの方で置いておいて、余ったやつ、こちらですね。こちら基本ボードのね、この8のところにね、ダイスがありますんで、本当はこの間ぐらいのところに全員ね、置いといてくださいよ。後からね、もらえるというやつですね。で、このキューブの方は、こちら得点のね、引っ張ってきましたけどね、0のところ、これね、勝利点ですから0のところと、こっちにもね、トラックありますので、こちらの方のプロモーショントラックって言われてですね、こちらの方の0のところに置いておいてください。これちょっと後で使います。で、次にですね、ゲストカードですね。このね、ゲストで来てくれるカードっていうのがありますので、これすごく少ないんですけども、これをランダムで1枚受け取ります。これでいくつかポイントがあって、ここですね、ここ 4P とか書いてたり、2P とか書いてるんですけども、この数字がね、何番手のプレイヤーかというのを表しているので、これをこう受け取ってね、この左端の Day1 っていうところにこうピッて合うように置いていただいて、例えばこれが 2P だったらね、2番手ですよっていうのを示しているんですね。そのために、こちらのところがですね、手番順を表すようになっているので、先ほどあったこのラウンドマーカーと呼ばれているやつね、これ4人分出してきましたけども、さっきの青いプレイヤーは2っていうのをもらっていれば、自分のを2番目に置いとくわけですね。なんで各自自分がもらったオープニングゲストの順番に合わせた場所に並べておいてくださいよということですね。じゃんけんも全くしませんし、絶対にオープニングカードを配れば即ね、手番順が決まるっていうね、非常にスマートな方式をとっていますよね。で、そしてこのイベントカードの方ですね。イベントカードっていうのがごちゃまんとありますんで、こちらの方をよく混ぜていただいて、5枚ですね。5枚を各プレイヤーに配ります。全員ですよ。全員5枚ずつ配ります。最後にこちら特殊能力を持っているタレントカードっていうのがありますので、こちらも各自に2枚ずつね、それぞれ2枚ずつ配り、全員これを見た後、こっちにしますよっていう能力を決めていただいて、いらないものは全員密かに返していただいて、全員選択して終わったら、私のタレントはこれですよっていうのをオープンいただくと。これをすると全セットアップが完了ということなんですね。個人のとこちょっとおさらいしましょう。はい。まず個人のボードを受け取ります。英語面とね、日本語面がありますので気をつけてください。受け取ると、このダイスをですね、3個受け取って、1と3の目にして、残りの1個はこっちの方ですね、ボードの方の8の場所に置いといてください。このキューブの方はこちらの方の1個はプロモーションっていうところの最初のところに置きますし、もう1個の方はこっちの方のね、手前の0点のところに置いておいてください。で、その後、このオープニングゲストカードっていうのをね、全員ランダムで受け取り、ここに書いてる数字に従って手番順を置いてください。それが完了するとイベントカードをランダムで5枚。その後はタレントカードをランダムで2枚受け取って、これは1枚を選択して戻すと。だから各自1枚ずつ持ってると。こういうことですね。ここまで来るとほぼほぼセットアップが完了ということですね。最後にこのアルバイトダイスと言われるこの黒いダイスですね。これをここのところにひょいっと置いていただくと全てのセットアップが完了と、こういう流れでございました。はい。ではですね、ゲームの、ね、流れについてご紹介していきましょう。まずこのゲームですね、8ラウンドプレイするゲームです。8ラウンドプレイして終わった時に最も勝利点が高いプレイヤーが勝ちという風になってます。で、この8ラウンドというのは最初ね、こちらの方に用意しましたこのカード群ですね。これが合計8枚ありますんで、1ラウンドずつ使っていくことによって、イヤーエンドというカードが出たら、8ラウンド目だなというのが
わかるような仕掛けになっています。なんで、毎ラウンドこれをね、減っていくことによってラウンドが進んでいき、8ラウンドを終了した時に得点が最もね、多いプレイヤーが勝つとこういうことですね。で、各ラウンドの流れはどうなってるかってね、プレイヤーボードのここのところにね、書いてくれているんですけども、こちらのところにですね、7フェーズの方に分かれていて、アナウンスフェーズ、メインフェーズ、解決フェーズ、生産フェーズ、ボーナスフェーズ、チェックアウトフェーズ、生産フェーズという風になっております。これね、たくさんありそうですけども、ほぼほぼ自動になっていますんで、2つ目の B のメインフェーズが、プレイヤーが主に考えるフェーズになっていて、残りはね、ほぼほぼ自動ということになっています。詳しくね、それで見ていきましょう。まずアナウンスフェーズです。先ほどありました、こちらのですね、ラウンドカード、こちらの方から1枚、ペロッとめくっていただいて、中身これチケット1枚ね、これを全員公開します。ちなみに一番最初の方に出てくる緑のやつは基本的にプラスっぽい効果で、後ろの方にあるやつはちょっと厳しい効果。最後のはもう本当にね、最終得点めがけた効果って、だんだん効果が変わっていきますけども、一番最初のこのアナウンスフェーズはもう単にめくるだけと、後でこの効果が発揮されますよということがまず宣言されるだけですね。で、B フェーズになると、ここのところがメインフェーズという風になっていて、このゲームは基本ダイスプレイスメントになっていますので、こちらのところね、自分の持ってるダイスを、ここの手番順ですね。これだったら赤、青、緑、白のね、この手番順で赤のプレイヤーどうぞ、ダイス配置、青のプレイヤー配置、配置、配置っていうのをぐるぐるっと繰り返していって、僕も亡くなったプレイヤーからね、抜けていきますんで、全員やるだけやって終わったら、このメインフェーズが終了ということになりますね。もちろんこれがね、中心的なゲームの存在なので、後で詳しくご説明します。そして次のですね、解決フェーズですね。解決フェーズになったらどうなるかっていうと、最初これめくったやつで、これが解決します。最初だったらこれチケット書いてるので、全員とりあえずチケットもらったら終わりですね。もう本当にここのところに書いてある内容のものが受け取れますよっていうことになっているので、ここのところのパラメーターがね、上がったり、チケットがもらえたりっていうことがします。もちろんこれも最初ね、ランダムで組まれてるので、毎回同じではありません。これが解決フェーズですね。だからもうほぼ自動ですね。みんなここの内容を解決してくださいよということですね。それが終わると次に生産フェーズに入ります。こちらですね、ここにね、置かれているゲストがありますけども、ここのところになんか三角形書いてるんですね。ここね、3つ。3人まで泊まれるんですけども、この自分のところは、ここの書いてある効果のものをもらいますよね。ゲストがね、まあお金払うみたいなもんですね。例えばこういう風になっていたら、ここのところだったら、クロワッサンと山、雪と山みたいな書いているので、ここに該当するものを受け取りますということですね。もうお分かりの通り、最初のお客はおりまへんということですね。何にもくれないという客がありますね。これを人数何人いても、この三角形のところをご覧いただいて、何にもないやつもいますし、ここにアイコンが書いてあるやつもあるので、これアイコン種類はね、もうここでご説明しませんので、マニュアルをご覧いただければと思いますけども、ここにね、応じたものをね、こうしたものを受け取ってくださいよと、こういうことですね。で、ここちょっとだけですね、まあ、この下の方にね、バッチリ書いてくれてるんですけど、ドアスラッシュマイナス3山って書いてますね。もうピンと来られた方いらっしゃると思いますけども、全くゲストがいないガラガラですよね。ガラガラだったら、これね、点数なんですね。こちらの方の周囲トラックのやつね。まあ、この方ありますけども、3点減点ですよということを表しています。誰も客いなかった3点減点ですよということですね。で、次にボーナスフェーズがやってきます。ボーナスフェーズはこちらの方ですね。こちらの方にこの窓タイルですね。窓タイルが置かれています。もちろん置くのはね、メインフェーズで置いてるわけですけど、こうした窓タイルが置かれているので、この数に応じたボーナスをもらうことができます。例えば青が3つあったら、こちらですね、青が3つのところを見ていただいて、雪が2個だなとかね、これ緑が2個あるので、じゃあ、ここ、緑が2個の、これね、2個のゾーンなので1点だなと。こういうことですね。だから、多ければ多いほど、たくさんもらえるので、1、2、3、4、5個ね、青がもし5個あれば、雪を4つもらって、このグッドサイン、ここになりますからね、これピッピッと上がるね。ここも途中でね、適切なところに来れば、どんどんとリソースやなんかをもらえるし、場合によってはね、こういったね、窓ももらえますということがありますが、まあ、このプロモーションが上がっていくと。これもらえますね。だからもう非常にシンプルですね。ここに置いてある数をそれぞれの種類ごとに数えて、その下の該当のものをもらいますと。
で、この途中にね、もしもらったのがあったらね、このフェーズで終わってから配置してください。そうしないと数途中変わっちゃいますからね。このフェーズでもしこういうの上がって増えても終わって、このフェーズの最後にボカッと置いてください。これがボーナスフェーズですね。ここのところの窓の置いてる数に種類ごと見て該当するものをもらってくださいと。こういう仕掛けですね。ここですね。で、チェックアウトフェーズですね。チェックアウトフェーズのところはこちらの方ですね。こちらの方のこのしおりね。ここほら、しおりね。なんかありますよね。こちら。ほら。これしおりね。いうところに条件がもちろんないやつもあるんですけど、まあいろいろ書いてるやつもいるわけですね。で、この条件が全体的に満たせてますかというのを見ます。で、ここに書いてるやつはほとんどの場合、ここの窓ですね。ここね、ほら、窓の種類とね、数書いてますよね。要はそういう景色が見えるかってことなので、ここにその該当するもんがありますかということなんですね。で、例えば、これ全然該当するもんないですよね。空っぽですね、条件がね。じゃあピュッとこう D2 いくわけですね。これもないのでピュッと D2 いくわけですね。これのところは赤い窓と青い窓が1個ずつ欲しいよと言うとるんですが、ここ何もないわけですね。赤い窓ないわけですから、そうすると帰ると。こういう仕掛けですね。でもしここのところに赤い窓がね、もしあるんであれば、この人連泊して、次ね、もらえるものが変わりましたよね。もらえるものが変わる。この人は最終のとこ行くんだったら青に緑にがないとダメだよと。こういう仕掛けになっているので、各お客のところの現在の使用量を見ていただいて、ほとんどここのね、窓になってますんで、この条件を満たしているかっていうのを見て、満たしていれば上のところに来るし、満たしてなければお帰りいただくと、こういう仕掛けになっています。例外があります。はい、こちらですね。VIP 客ですね。VIP 客の方はですね、窓とのところとなんか支払いって書いてあるんですね。これね、全部固定で書いてますんで、VIP 客の方はここに来た時に窓と雪があればですね、こちらの方が上がっていくということなんで、雪が払えないと帰っていくと、こういう仕掛けになってるんで、それぞれ VIP のところは特殊なね、条件がありますんで、こちらの方はマニュアルを合わせてご覧ください。で、これがチェックアウトフェーズですね。次はいよいよ最後の清掃フェーズです。ここでは3つのことを行います。まず1つ目、ここのゲストカードのゲストデッキですね。ここのところにね、左の方にある1番と2番ですね。この1番と2番がのいて、山札の一番下に帰っていきます。これが帰っていくと、こちらの方にシュシュシュッと詰まってね、こう詰まって、新しいカードが出てくる。まあ、いわゆるリフレッシュですね。いうことをまずします。で、次に、ここですね。ここのところですね。ここのところに各プレイヤーの方が、こんな風にダイスを置いていれば、こっち側ね、より高いですね。より高い方のプレイヤーが次先手番になるようになります。つまりここだったら、青が1番になり、緑が次2番になり、残りは変わらないので、次このような手番になるように順番をコントロールして変えます。これが終わると、これね、ダイス目を変えないようにして自分のボードの方に戻り、それぞれ。そしてこのアルバイトダイスもね、使ってる場合があるので、そのダイス目も変わってる場合がありますけども、変わっててもそのまま戻っていくと。さあ、これでですね、全体のね、ラウンドの流れをご紹介しましたけどね、改めてもう一回ですね、おさらいだけしておきましょう。全体の流れは7フェーズでやります。一番最初のアナウンスフェーズはこちらのですね、ラウンドカードをペロッとめくって見せるだけですね。メインフェーズになると、ここの並びの順番に従って1手番ずつ自分のダイスをプレイしていくことによって、ここでね、様々なアクションをしていきます。全員ぐるぐる、この順でね、ぐるぐる回っていって、全員やることがなくなれば、ここのメインフェーズが終了とこういうことですね。解決フェーズになると、ここでめくっておいたこのカードね、このイベントカードの中身が発揮されるということですね。生産フェーズになると、こちらのところでね、自分のところにいる様々なお客さんたちのこの矢印の部分のところをご覧いただいて、ここに該当する各種のリソースだったり、山やなんかの勝利点だったりなんていうのがもらえるというのが生産フェーズですね。そいつが終わるとボーナスフェーズですね。こちらのところを見ていただいて、どの色が何個あるのかというのを参照してもらって、ここのところで該当するものをそれぞれもらってください。ここのね、プロモーションやなんか上がった時にね、ここで途中でこの窓がもらえたら、このフェーズの最後に置いてくださいね。途中で数変わっちゃいますからね。やってください。ここ全部埋まってれば9点もらえるなんていうボーナスもあるようです。こいつが完全に終わってですね、みんなボーナスをもらって終わると、こちらの方でチェックアウトフェーズがありますんで、チェックアウトフェーズ何かっていうと、この1個ずらす時の、この
暦のところに書いている条件、ほとんどはこちらの方の窓ですね。窓のところの条件が満たしているか満たしてないかっていうのがあって、満たしていれば上がる。満たしてなければ帰る。もちろんね、3泊して終わってるので、こいつもいなくなる。なんていうことが起きますということになっていますね。細かい例はもちろんありますよ。これね、途中のところね、もちろん生産フェーズでね、ゲストが全然いなかったらね、そもそも減点だとかいくつかありますけども、これが全体の流れになっていると。こういうことですね。で、こちらのところのね、最後のところのですね、清掃フェーズの方に入ってくると、ここに置かれているこのね、ゲストカードが1番と2番のが飛び、山札の下の方に帰り、ずれて、また出てきて、こちらの方の山のね、この3箇所のところに置いてる、もしダイスがあれば、高い順、ここないので、一番白が一番トップ、次は緑、じゃあ残りはそのまま下がりますよっていう順番が変わる。ここまで終わると、配置しているダイスを値を変えずにみんな自分のところに戻すと。もちろん、このアルバイトのね、コマも使っていれば、そのままの値で戻っていくというのが全体のラウンドの流れですね。じゃあ、肝心のですね、メインフェーズの中身の方をご紹介しましょう。はい。ではですね、いよいよメインフェーズについてご紹介していきたいというふうに思います。メインフェーズはですね、この順番ね、この順番が自分のところに回ってきたら、このダイスを1個置くことによって、このね、いろんな白いっぽいとこね、ここのところに置くことによって、そのアクションを実際行います。で、この時に注意なんですけども、フリーアクションがありまして、ここに書いてるんですけども、主にですね、ここチケットと雪書いてると思いますが、チケットをですね、N 払ったらですね、値が1上がるんですね。N っていうのは今の台詰めですね。例えば3の目だったらチケット3個払ってくれと。そしたら4になっていいよということができます。で、また、このね、これも後で借りれるんですけども、これのアップしても構いませんでして、これですね、今の台詰め引く1ですね。つまり今2だったら1払えば3にできますよみたいな。まず置く前に台詰めを変更できます。で、そうでなくてもここですね、台詰め変更しなくてもですね、まあとりあえずいいやというときは、とりあえずチケット1個同時に払えば値が1個増えます。雪払えば値が1個2増えます。だから、雪をとりあえず2つぐらい払っていけば4運とか増えちゃうんですね。なので瞬間的に値を増やしたいのか、こちらの方で恒久的に増やしたいのかっていうのがあります。また上にね、もう1個のフリーアクションとして、コルバーサーをね、3個支払えば、このね、茶色い窓がもらえて、ここのとこに置けるというフリーアクションがね、常にありますよというのを、ちょっと前提で覚えておいてください。じゃあアクション自体はどうなるかと先ほど言いましたようにですね、これをね、出番が来たらここへ置いていくわけですが、ポイントになるのはですね、ここまではですね、もうほぼほぼもう見た目の通りでありまして、ここのところ空いてるとこバコッと置いたら、置いたダイス目に応じる、ここだったら3だったら雪2個とかね、いうように、ここは主にダイス目に対応する雪、またはこの青い窓がもらえますよとゾーンですね。窓をもらったらもちろん自分のとこね、配置してください。配置したらその下にね、アイコン書いてればそのリソースももらってください。で、こっちのところはもうそれもさらにまんまですね。これクロワッサンのね、パンもらってください。もらえる数はもうここに書いてます。で、さらにこっちの方ですね。ここね、プロモーションもらってください。プロモーションこれです。ここね、ぐんぐん上がっていくと、パンもらえたりね、緑の窓がもらえたり、雪がもらえたりしますんで、ここのところがこの数だけぐんぐん上がると、こういうことですね。はい、こちらの行きます。ここ、はい、チケットがもらえます。これね、値分だけチケットがね、ぐんぐんもらえるというゾーンですね。ここも非常にわかりやすいですね。はい、こっち行きます。こちらの方に行きますと、ここ、1から2、1から4、1から6なんて書いてますが、ここです。ここのゲストがもらえます。ゲストのところが、今の3だったらですね、1から4って書いてるので、ここからここまでの範囲をですね、1人もらえますよと、こういうことですね。で、もし値の方が4だったら、1から4だが2人もらえるとこう書いてるわけですね。で、これはですね、残念ながらね、手番終了時に補充になってるので、この2人をもらうなんていう風にすると、こうやって詰まって、最後の方に出てくると。こんな風になってますね。こっちの方に置いていただくと。で、残念ながらですね、ゲストね、追い出すことはできないので、自分のところね、空きがなければ置けません。で、6のところに関しては VIP って書いているので、こちらの VIP 客を取っても構いませんね。VIP も取れるということですね。ここまでもほぼほぼですね、雪パン、プロモーションをあげる、チケットもらう、ゲストカードを受け取るね、一番大きかったら VIP をもらえると、こういう仕掛けになってますね。
で、ちょいちょい気になってるのあると思います。ここですね、マイナス1って書いてます。ここのところに置いたら4を置いても3になるってことですね。4を置いても2になっちゃうところですね。なので必ず左詰めで置いていただくことになるのが義務なわけですけども、場所によってだんだん値がちっちゃくなってくるので、後から置くときはよく考えてねというのが基本的な仕掛けであります。で、また、時々ここにあるですね、このね、下向きのカード、ピュってね、カードのアイコンが下向きになってるやつがありますけども、こちらについてはカードをプレイできるというやつですね。カードってなんだっていうと、最初からもらってるこのイベントカードね、このイベントカードがありますんで、イベントカードをプレイしてください。イベントカードについてはここのところね、プレイコストなんて書いてますんで、下のコストを発揮してください。またこちらの方にですね、ゴールカードもありますんで、ゴールカードはここのところに赤に塗られたところが自分のここのところの窓が埋まってるような状態であればもらえることができます。これはこの上側に書いてるのはもらった瞬間にもらえる瞬間的なリソース。下側の方はゲーム終了時に生産ということになっていますね。こちらね、全員に関わる目標ということに早変わりするということなんで、ね、どれを取るかは慎重です。また、こちらのエラッタにあるようなので、最終マニュアルのエラッタの方をご確認いただきたいわけですが、何枚出ていてもプレイヤー全員で最大3枚しかここのところはプレイできないということになっているようですので、こちらのプレイ枚数についてはですね、マックスに達していればもうプレイできませんよと、こういう仕掛けになってますね。なので数字のところはダイス目が減る、カードが下向きになってるやつはこちらの方の手元の方からイベントカードをコストを払って出すか、ゴールカードが3枚までね、全員の中でまだプレイされていけなければ、かつここの窓の条件がね満たしてあれば、それをもらって瞬間的な効果をもらえますよというのがこの下向きのアイコンでございますね。で、そうすると、じゃあ今喋ったここね、ここのとこに行くともう純粋にカードをプレイできるわけですね。じゃんじゃんってカードをプレイしてくださいというのがここのところにあります。真ん中だったらチケットも受け取れるというのがあります。で、残りのエリア、この真ん中のところですね。この真ん中のところは何になってるかっていうと、こちらのところだったらですね、VIP をもらえるというところですね。ここの VIP をもらえるのは非常に厳しくてですね、マイナス X と書いてますけども、VIP のところにはここですね。はい。必要な数字がここに書いてあるんですね。これまたでかいわけですね。この数字があればもらえるんですね。で、さらにここですね。ここは値全く関係ございませんというところなんですけども、ここのところはこの下のところにね、1点とチケット、2点チケットなんていうの書いているのであればそれがもらえるですね。途中のこのハイシーズンがね、オープンな時はハイシーズンって書いているので、ここの最初のラウンドのところでハイシーズンがオープンになって、よりもらえるものがゲームの後半では増えているという構造に変わってはいます。ここね、途中のところで変わってます。こう言ったら本当もらえる。手番の順番が変わるというやつですね。で、こちらの方です。ここも値基本的に何でもいいんですけど、1ないとやっぱり困っちゃうので、これで置いたら0になっちゃいますね。これダメなんですね。ブーストするか値変えるかでなんとか頑張ってください。ここもね、マイナスになるので、値はなんとか頑張ってくださいっていうことですね。3あれば置けますね。っていうのを置くと、こちらのところに、はい、もうそのまんまですね、ここに書いてるやつを全部払ってください。全部払うと、こっちの方の VP がもらえますよ。なんでこのゲーム、どこで点を取るねんと思ってると思いますけど、ここやっぱり結構もらうわけですね。様々な雪だの、パンダのチケットだのっていうのを払って終わると、一気に VP がもらえると。こういうのがこのゾーンですね。もらうと手元の方に受け取るときに裏返しにして新しいカードが即時補充されます。そしてこの裏返しでもらったやつがポイントで、ここにまた置けるようになるんですね。自分だけの配置エリアが新しく増えますので、こちらのところに置くことができますということになっています。こちらの中身についてはもうそもそもここでね、下の方に見えているんですけども、この裏面のところは必ず指定されているリソースとそこに配置したダイス目のどちらが小さいかを調べてですね、小さい方の得点がもらえるようになっています。例えばクロワッサンと置いたダイス目のどっちか小さい方って形ですね。全部それぞれね、特別なルールがありますんで、それをご覧いただければいいわけですが、プロジェクトを達成すると瞬間的な VP が入る上に、自分だけのダイス置き場も増えますよというね、非常に得点がある場所になってますね。さあ、いよいよ最後でございます。こちらはですね、これ何でもいいです。とりあえず何か置いてくださいと。何か置いてもらえると、例えばね、最初ね、1とかあったらね、置きますけども、置くと、このダイスが使えるということですね。後から置きたいということがあります。これ何のメリットがあるかっていうと、このダイス目もやっぱり自分でチケット払うことによって変換できるんですね。3とかね、上げれるんですけど、値変えると VP もらえるんですね、これね。
値変えると VP がもらえるってなんだか不思議なダイスなので、これで一旦値を変えて、つまり自分のダイス目すごく小さくてもいいんですね。1でもいいんですね、これね。変えて、大きい目でプレイすると。ただし、これはラウンドの終了時に、大きい目のまま返っていくのでね、次使える人も便利ですよということになっておりました。これが、ほぼアクション全体でございますね。おさらいだけしておきましょう。この順番ですね。今だったら白、緑、青、赤っていう順番にそれぞれ手番になったら自分の手元の方からね、このワーカーのところのルームにあるやつからダイスを1個プレイしていきます。この時にここ、もうお分かりの通り、雪をもらう、パンをもらう、プロモーションを上げる、チケットをもらう、ゲストをもらうっていう、もらうですねっていうのを値に応じてやります。ここの書いてるやつはその分ダイス目が減算されるのをご注意ください。ここに関しては自分の手札の方からイベントカードまたはゴールカードに関してはここの条件を満たしてるんであればすぐできる、もらえるっていうやつとゲーム終了時の両方が書いてあります。で、あと、こちらの方、これ VIP ですね。VIP はね、ここでもらうときは特殊なので、ここの X の大きい値になるように出してもらって自分のところに入れてください。で、ここのところはね、最後の手番順は変わったりしますけども、ここのところで見えてるリソースを序盤はもらっていただいて、ハイシーズンに入っていた以降ですね、ハイシーズンでこれですね、ラウンドカードですけども、ハイシーズン以降になれば、こちらのところの大きいものがもらえますよということですね。で、こちらのところに関しては何でもいいから1以上になるようにね、ダイス目を置いてもらって書いてる資源をダッと払ってもらうと瞬間的に VP バンと入りますし、こちらの方からめくって終わったら自分だけの新しいワーカー置き場ができますよと、こういうことになっています。さらにこちらの方のところに置くと、何でもいいから置いてもらうと、このアルバイトのワーカーが帰ってきて使えるようになりますよと。加えてここのところさっきちょっと漏れてましたけど、この赤い矢印が上にピュッと上がってる、これなんだっていうところイベントカードもらえるんですね。なんか結構いいんですよね。イベントカードはもらえるわ、ここのね、もうちょっと大きい大詰めが使えるわなんていうことがあったりします。これでほぼ全部お話しましたけども、一部お伝えできてないことで重要なところでお伝えしましょう。もうお分かりかと思いますけど、得点が8点超えたらワーカー増えます。重要ですよね。得点が8点まで増えたらワーカーが増えるということになります。あと一番最初から持っているこのタレントカードですね。こっち側の左側の能力はゲーム開始直後からトップに使えますね。全員こっち側の能力は最初から使えます。こっち側の能力はもうお分かりですね。ここに書いてる窓が全部埋まらないと使えない能力なので、早くこれを埋めたりしてから使ってください。なんで窓のね、埋め方っていうのは、一つはこの自分のタレントカードに見合うように埋めていく。または狙ってるゴールを埋めるように。または狙ってる VIP を埋めるようにして埋めていくのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。これを8ラウンド繰り返して終わるとゲーム終了と、こういうことになってました。はい。では、いよいよ最後です。このね、8年目のですね、フィズカルイヤーエンドってやつですね。このね、決算期ですね。これね、ファイナンス言ってましたね。ごめんなさい。フィズカルですね。フィズカルイヤーエンドっていうやつが来て、ここの後の全部処理が来た後に、一番ゲームの最終時に、こういったですね、このアイコンね、このアイコンがある、プレイされてるゴールカード、またはイベントカードなんかがあれば、その得点を最終的に追加してください。これだけなんですね、ゲーム最後ね、やるのはね。これだったら一番ホニャララを持ってる人が何点とかありますね。これだから誰が取っていてもそれで全員の目標になりますんでね、ゴールカードのところとイベントカードにプレイされたものがあれば、ここのね、この矢印ね、こうご注意くださいね。この矢印の分のところの処理を最後にしてもらって得点が最も多いプレイヤー勝ちと、こんな風になる。なので随分ですねご紹介してきましたけども、実際のところですねやっぱ分かりやすい構造になっていまして、若干だけおさらいすると、毎ラウンドの頭前ってこれねペロッとこうめくるわけですよね。でめくって終わるとこちらのところがまずアナウンスが公開され、メインフェーズのところって結局のところはこの順番に応じてみんながはいじゃあここ僕置きますよって言って、じゃあ私ここ置きますよ、私ここ置きますよなんていうのをぐるぐるっとみんな置いて終わったらですね、もうそれでおしまいなんですね。それで全部終わってしまうと解決フェーズでこのめくった内容が解決され、こちらの方のお客さんのボーナスが入り、そしてこちらの方の窓ですね、こちらの窓の方からボーナスが入り、ここのお客さんのこのしおりにね、ここに応じたチェックアウトするかどうかのチェックがしなければ順次上がっていくなんていう処理をしたら、もうラウンド終わりなんですね。ここのところが2枚まで吹き飛んで新しいカードが出てくるし、ここが全然変わってなければ順番は変わらないし、じゃあその後ダイスがみんな
のところにその値のまま帰っていってくださいよ。これは使っていっていればここへ戻ってくださいよってしたら終わりと。こういうことですからね。非常に実際のところはプレイのシーケンスそのものはシンプルになってるんじゃないかなと思います。で、おまけのところです。アイコン結構あります。アイコンの種類ね、ここね、全部ちょっとご紹介できないんで、今回ね、ガッサリを紹介しましたけども、ゲームのマニュアルの最終ページにアイコンの細かい説明入ってます。必ずここのところをご覧いただいた方がいいと思いますので、これは必ず確認ください。また、この1個前のページにですね、タレントの能力一覧が入っていますね。細かいね、概要のとこ書いてくれていますので、ここのね、カードより明らかに説明の方長いんですね。なので、最初2枚カードをくれたらですね、こちらの方を中身をご確認いただいて、どういうタレントになっているのかご確認してからゲームの方に臨むのが一番よろしいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけでですね、今回ですね、スノープランナーのですね、How to Play のですね、動画の方をご紹介いたしました。冒頭にも言いましたね、細かいことやっぱりね、アイコンとかですね、特殊効果でやっぱりご紹介しきれませんので、必ずマニュアルの方をご覧ください。また3人プレイの時はですね、一部マスクしないとね、置かないといけないなんていうところもありますが、そちらのところはですね、修正ルールがあるようですので、必ずですね、マニュアルの一番最後でね、ご紹介しました二次元バーコードのね、先の方にですね、解説ページがもうすでにできておりますので、そちらの方を必ずご覧ください。また合わせてね、私のこのインスト動画ね、How to Play に間違いあったら下の方に修正書いておきますのでね、そちらの方もご確認いただければなというふうに思います。というわけでですね、今回こちら、スノープランナーのですね、インスト動画、How to Play 動画をご紹介いたしました。ザキムチャンネルの春99でした。